皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、超簡単、こっそり神様とつながる方法教えちゃいますということで、神様とつながる簡単な方法をね、ぜひ皆さんにやってほしいものをご紹介しますので楽しみにしていてください。普段はこのチャンネルではですね、スピリチュアルをどんどん理解して自分の直感力を高めていって、そして人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、誰でもね、神様とつながりたい、そういうふうに思う人は多いと思うんですが、神様にね、よりつながった方が自分のエネルギーも良くなるし、自分の願いというか、人生が変わっていく、そんな感じがするじゃないですか。実際にそういうことなんですけどもね。で、神様っていうのはですね、いろんなところにいらっしゃるわけですよ。日本はですね、八百万の神様という感じでですね、どこにもいるというふうに昔から考えられています。これはですね、すごく日本的な考え方なんですけども、八百万の神ですね。例えばですよ、日本人の昔の人っていうのは、神様がいろんなところにあるっていうことを分かっていたわけですね。だから神社にももちろんいらっしゃいますし、トイレの神様とかもいらっしゃいますし、台所にもいるっていうことでね。だからそういうふうにですね、昔の人がいろんなところに神様がいるよっていうのを気づいていったものなんです。ですから、そういうふうにですね、神様っていうのは実はこの僕たちが崇めてしまいそうな、もう一つの神様っていうよりかはですね、結構僕たちの周りにいるものなんです。そして、スピリチュアルの勉強されている人はわかると思いますが、僕たちの魂もですね、神の一部であって、僕たちの中にも神様がいらっしゃると言われるわけなんですね。ただ、この僕たちがよく崇める神様と、僕たちのこの魂が何が違うかっていうとですね、この魂っていうのは神様の一部なんですけども、地球に降りてくるときに、地球でですね、いろんなものを経験するため、ね、痛いとか寒いとかかゆいとかさ、辛いとか楽しいとか、そういうものを経験するためにですね、体を持って生まれてきます。その時にですね、自分のこの魂のエネルギーの波動ですね、を下げてくるんですよね。だから神様っていうのはすごく波動の高いものなんですが、この僕たちっていうのが地球に降りてくるときにですね、このわざと波動を下げてくるわけです。エネルギーの質を下げてくる感じですね。そうすることでですね、この辛いとか楽しいとか愛してる、愛してるは上でもね、感じられると思うんですが、そういう経験をですね、するためにわざと下ろしてくるわけなんですね。そうすると、この降りた僕たちからすると、うわぁ、神様ってすごいな、すごく遠い存在なってなっちゃうわけです。本当はもう僕たちもその一部だし、あっちこっちに神様っていらっしゃるわけなんですけどもね。はい。この神様とですね、だからといって、よりつながるということをするとですね、そのエネルギーを浴びることができるんです。そうすると自分の波動も神様までは上がりませんけども、かなりいいとこまで上がったりですね、それで恩恵を受けて、いいことが起こっていったり、僕たちの言う引き寄せも起こりやすくなったりするということが起こったりするということなんですね。はい。ということで今日は超簡単、こっそり神様とつながる方法を教えちゃいますということで、神様とつながる方法、皆さんにぜひやってほしい簡単な方法、3つのステップをご紹介したいと思います。まず1つ目。1つ目は、神様のいるところに行くっていうことですね。これはどんなところでもいいんですけども、僕たちがよくやりやすいのは近所にね、ある神社とかでもいいですし、できればちょっと大きい神社、ね、ちゃんと祀ってるというか、はい、結界も張ってる、いつも人がいるみたいな神社に行くとかですね。またはパワースポットと呼ばれるところで神様があそこはいるよって言われるところとか、大自然でも結構です。自分で好きな大自然、ここいたら気持ちいいなっていうところってあると思うんです。そういうところでも全然構わないです。こういうふうにですね、神様がいると言われる場所にとりあえずまず行ってほしいわけなんですね。で、もちろん、さっき言ったみたいにですね、神様っていうのはどこにでもいますね。トイレの神様もいれば。ということでですね、別に家にいても、ね、近所で、どこにいても、実は神様とは繋がれるんです。ただ、
この神様がいるだろうなって思うところに行くことでですね、例えば神社だと、そこのエネルギーが強くなってるわけです。やっぱり神様というものを崇めて、神様というものを大切に扱っている、神様のエネルギーというものが強くなってるわけです、神社っていうのは。だからそういうところに行くと、よりつながりやすくなるわけなんですね。で、また、僕たちもですね、ここにいると神様いるよなって思うところで、つながろうとすることで、よりつながりやすくなるわけなんです。人間ってそういうところがあるわけです。いや、これ、家じゃちょっと神様とつながりにくいんじゃないと思うと難しいんですね。でも神社とか神様ここいるよなって思うようなところにいると、なんか神様とつながってるって思うようになれるじゃないですか。だからこの二つの意味でですね、ぜひ神様のいるところにまず行っていただきたいんです。そして二つ目、そこに行きますとエネルギーを同調させてほしいんですね。これは、自分のエネルギーとそこの神様のいると思われるところの神様のエネルギーとつながるイメージを持ってほしいということです。やり方としてはですね、簡単な瞑想なんかをして、もう自分のエネルギーと神様のエネルギーが一体化してですね、もう神様と私が一緒になってる、そんなイメージを持ってほしいわけで。はい。これをですね、例えば神社、とか、神社の中にある大きな木とかね、そんなところの、すぐ近くに、座ったりしながら、ちょっとできるだけ時間があればですね、5分とかでも構わないので、そこに目を閉じてですね、エネルギーを同調させる。そんなことをしてほしいわけです。で、このエネルギーを同調させると、イメージしながらですね、瞑想みたいにして、この深呼吸をゆっくりやる。そしてエネルギーが一体化していくっていうのを感じていただきたいわけですね。そうすると、実際に感じたりするわけです。なんか今繋がったなと思う時もあったり、例えばぐわーっと熱くなってきたりとかっていうのがあります。それが繋がってる瞬間なんですね。はい。この瞬間を感じてほしいので、ぜひ、神社とか神様がいると思われるようなところに行ってですね、エネルギーを同調させてください。そして三つ目。三つ目は、会話をする。質問するということですね。これね、つながるというのは一方通行ではダメなんです。僕たちってね、神様ってあまりにも尊いものの感じがするので、神様とお話しするとか、神様と会話するとかっていうのは、そんなの、もったいないとか言う人もいるかもしれないですけども、この神様とつながりたい人はですね、ぜひこの一方通行、自分からのありがとうございますとか、つながりたいですっていう気持ちだけではなくって、神様からのエネルギー、言葉もいただいてですね、この両方の会話をする、そういうことをまずやるっていうことを意識してほしいということですね。これ、神様が大好きな人っていうのは、そんな神様とってなっちゃうかもしれないですけど、実際には神様、自分の中にもいる神様です。はい。ですから、神様とつながって、そして会話をするということですね。で、いきなり会話をするっていうことは難しいので、質問をまずやるといいってことですね。だから、丸か×か、そんなような質問でもいいので、神様に聞いてですね、そして答えを待つ。自分の中に湧いてくる丸なのか×なのかっていうのを待つというようなことをこの神様のいる場所でやっていただきたいです。これね、やったからって1回でできるっていう、そういう人もいらっしゃるでしょうけども、何回か続けてみるといいですね。だから結構近くの大好きな神社とかに行ってやられるといいと思うんですが、これを繰り返すことで神様とよりつながるようなエネルギーができてくるのでやっていただきたいわけなんですね。はい。このようにですね、結構簡単だったでしょ。この方法でいいわけなんです。で、神様とつながるというこの意識が大切なんですね。いや、神様なんてそんな遠い存在だけど、神様なんかとつながっていいの？いや、いいんですっていう感じなんです。はい。神様も僕たちの味方ですし、僕たちも神様と一緒に自分の人生を作っているわけですからね。ですから、一方通行にならないように気をつけていただきたいと思います。はい。この3つの神様のいるところに行く、エネルギーを同調させる、そして会話する。この3つの簡単な方法などでね、ぜひ皆さんにも試していただきたいと思います。このチャンネルでは、スピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん僕の7ヶ
月の冷静開花講座というのがあります。僕とマンツーマンでですね、ずっと7ヶ月勉強していくわけなんですが、ここにはすごくたくさんの学びがあったり、神様とつながる方法ももちろん学びますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。